水替え頻度についてはよくご質問いただくんですけど、今回は40日間水替えなしで維持をしていました。はいどうも、ビバです。今回はこちらの小さきものたちの水槽、こちらを見ていきます。この小型水槽はいくつか動画アップしてるんですけど、コメント欄でメンテナンスどのくらいの頻度でやっていますかという質問をよくいただきます。今回はそのあたりを中心にご紹介をしていきます。まずこの水槽について、横20センチの高さ10センチ、奥行きは10センチの水槽です。水草は前傾層がショートヘアグラスと、後ろにはニューラージュパールグラスを植えています。生態は魚は入れてなくって、ミナミヌマエビだけですね。15匹ぐらい入っていると思います。LED ライトはジェックスの小型 LED ピテラ。これなかなかいいですね。以前レビュー動画アップしてるので、気になる方は動画概要欄のリンクからご覧ください。ではこの水槽の現在の様子をご紹介します。以前動画にしたのが40日前の石を磨くっていう動画でした。1ヶ月以上更新してなかったんですね。その時はそこそこ石をきれいにしたんですけど、また石がこけてきましたね。若干緑がかっています。ただ水草の様子は元気ですね。変わらず元気。さっき撮影前になんか変化ないかなと思って見ていたんですけど、あるところに嬉しい変化がありました。それがこれ。これは水槽の後ろ側。こっち側がソイルエリアで、こっちは砂場エリアなんですけど、ここからニューラージュパールグラスがズン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 と勢力を伸ばして、ここまで伸びてきています。この砂の中を進んでいくんですね。イメージ的には砂を潜っていくなんて思ってなかったので、これ見つけた時ちょっとびっくりしました。ちゃんと成長してくれてるのが嬉しいですね。水草の成長力は侮れないんですけど、苔の成長力も侮れません。ショートヘアグラスにサンゴ状苔かな、グレーの苔がついています。画面中央のがそうなんですが、これはまだサンゴ状苔ベイビーですね。もっとでかいのがあって、ここら辺はかなり成長してる。嫌ですね。この苔厄介なんですよね。あんまりエビが食べてくれなくて、物理的に手で取るしかありません。これもでかいね。ちょっと前に気づいてたんだけど、どこまで伸びるかなと思って放置してました。結構伸びてますね。サンゴ状苔を除けばそこそこ綺麗に保たれてると思うんですが、この水槽のメンテナンス頻度、水替えどのくらいでやってますかと聞かれるんですが、実は前回の動画の撮影以降、水替えしてないです。普段は蓋をしてるので、水が減ることもなく、足し水も1回だけやったぐらいですね。なので、小型水槽のメンテナンス大変ですかと質問いただくことあるんですけど、この水槽については40日間水替えをしていません。それでもガラス面に苔はあまり発生せず、水草は徐々に成長して、成果石に苔が生えるのと、水草にサンゴ状苔が若干ついてるっていう状態です。そうそう、ガラス面の苔は、このラムズホーン1匹入れてるんですけど、この子が頑張って掃除してくれてるみたいです。当然、ミナミヌマエビたちも苔を食べてくれるんですけど、それでも40日間一切掃除をせず、この状態を保てるのは、かなり環境が安定してるんじゃないかなと思います。小型水槽だと頻繁に水替えしなきゃいけないんじゃないかと思われる方いると思うんですけど、安定しちゃえばそこまで手はかからないかなと思います。ちなみにろ過装置は入れていません。この水槽に合うろ過装置というと、底面フィルターとか小さめの投げ込みフィルター、あとは小型の外掛けフィルターなんかが使えると思います。小型の外掛けフィルターについては、ある商品をレビューする予定なので、近々動画でアップします。もし小型水槽のろ過フィルター興味ある方いたらチェックしてみてください。チャンネル登録してお待ちいただけるととても嬉しいです。ではぼちぼちメンテナンスしていきます。40日ぶりのメンテナンス作業。そこまで汚れてないのであんまりやりがいはないんですけど、やっていきましょう。今回も使うのはこちらのカッターの刃を利用したスクレーパー。プチレーザーです。これはカッターの刃とアウトドア用品の皮膚希望100円で買ったもの。これで作ったものなんですが、こういった小さい水槽にはとても活躍するツールです。通常サイズの水槽でも細かいところの掃除とかにはとても役立つんじゃないかなと思います。実はこれ、普段はこの長さなんですけど、伸びる。カメラに収まんないぐらい伸びます。30キューブ水槽とかでも楽々使えますね。とっても便利な商品に仕上がっています。紹介時の喋り方がうざいって言われそうだ。作り方は過去に動画アップしますので、下の動画概要欄からチェックしてみてください。じゃあメンテナンスしていきます。なんかね、台本なしでぶっつけ本番で喋ってるので、喋り方まで気が回らないというか、
普段こんなハキハキ喋る人間ではないんですけど、聞き取りやすく分かりやすく言葉を選んで喋ろうとするとあんな感じになっちゃいましたね。このプチレーザーは刃が狭いので一気にガラス面を掃除するっていうのは難しいんですけど、メンテナンスに時間を取れる方はおすすめのツールですね。こういった広い面はメラミンスポンジでやった方が早いんですけど、小さい水槽って手を突っ込むとすぐ溢れちゃうんですよね。いちいち水を抜くのがめんどくさかったりするので、僕はちょっと時間かかってでもこんな感じで広い面もプチレーザーでやっちゃいます。忙しい社会人の方はそんな時間ねえよって言われそうですけど、アクアリウムと向き合うときはなんか時間にゆとりを持ってのんびり慎重にやりたいですね。偉そうなことを言うなって言われそう。プチレーザーの進化発揮するのはこういった狭いところ、この石の間は厚さが全然ないんですけど、プチレーザーだとすんなり掃除ができます。エビちゃんが群がってくる。危ないぞ。ほんとエビちゃんが1匹通れるぐらいの隙間なので、普通のスクレーパーだと届かないんですよね。小型水槽じゃなくても、レイアウト水槽だとこういった狭い隙間あると思うので、そういったところの掃除にはとても便利です。こういった狭い面も問題なく掃除ができます。便利ですね。自分で作っといてなんだけど、これは皆さん試してほしい。とっても便利ツールです。ただガラス面傷ついても責任は取れません。このカッターの刃はオルファのものを使っているので、信頼性は高いと思うんですけど、もともとアクアリウム用品ではないので、使用については自己責任ですね。続いて苔のついている水草のカット。どれかな？どれだ？どれだ？これかな？ちょっと見づらい。見づらいぞ。これか。このでかいのはこれだ。枯れてるの全部切りたいんだけど、選んで切るのが難しいな。なんかバッツリ、バッツリ、バッツリ。ちょっとリフレッシュ。全部切っちゃおう。これ抜けかけてるな。ちょっとハサミで。おりゃ。めっちゃ適当。ハサミで植えるなって。こんな感じかな。こけてるやつはほとんど切れましたね。こんなバッサリ切る予定はなかったんだけど、これで OK。あとは切った水草をすくって、ついでに水替えも行っていきます。ほい。水の補充。OK。溢れる。それではメンテナンス完了した水槽がこちらです。いいね。輝いてますね。水が輝いている。いや、ガラス面きれいにしたからそれの影響かな。綺麗になりましたね。ろ過フィルター入れずにこれをキープできているのはなかなか調子がいいですね。安定してる。お山エリアもいいですね。水替えしたから水草から気泡が出てます。てっぺんの石は前回の動画かその前の動画かで石を入れ替えたんですけど、こちらの石の方が個人的には好みです。エビたちも乗っかって喜んでいる。これは横から見た映像です。エビちゃんはいつも砂をつまつまして掃除してくれてるのか、いじってるだけなのか、水槽の環境維持に役立ってくれてると思うんですが、どうなんでしょう。エビの数がえぐいですね。減ってはいないと思うんですよね。15匹ぐらい、20匹はいないかな。裏から見るとこんな感じです。一番ソイルの厚いところで5センチぐらい。これがどんどん端に行くに従って低くなっていきます。ここから砂のエリアですね。あ、水槽を裏返して使ってるのがバレてしまった。というわけで、小型水槽の現状紹介とメンテナンスでした。水替え頻度についてはよくご質問いただくんですけど、今回は40日間水替えなしで維持をしていました。思ったほど汚れてはいなかったので、多分皆さんが想像しているよりメンテナンスの頻度は少ないんじゃないかなと思います。もちろん魚とか入れるともっとメンテナンスの頻度は上げなきゃいけないんですけど、ミナミヌマエビとラムズホーン1匹、この程度だったら全然手がかからないですね。水草もゆっくりですけど成長しているので、今後も引き続きこの水槽は管理していきます。定期的に経過報告アップしてますので、気になる方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。